皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍が民間旅客機を撃墜したのではないかというニュースについて解説していきます。日本においては、ロシア行きの旅客機が墜落したようだ。ロシア当局は、バードストライクが墜落の原因であると発表した。そのような事故としてのニュースが行われています。しかし、海外のニュースを同時に見ている人の間では、日本では単なる事故として扱われているこのニュース、海外ではいやそうではないのではないかという疑いの目が向けられています。そして私も墜落事故その後の情報などからこれは極めてバードストライクではない可能性の方が圧倒的に高いと見ています。今回はなぜそのようにロシア軍撃墜の可能性があるか情報をご紹介していきます。まずはどのように報じられているか。カザフスタンで旅客機墜落、67人搭乗、死者38人。こちらが墜落した機体の後部です。機体の前と後ろでちぎれており、前側の方では爆発が起きました。アゼルバイジャンからロシア南部チェチェン共和国に向かっていたアゼルバイジャン航空のエンブラエム190型機がカザフスタン西部のアクタウ近郊に墜落し38人が死亡した。生存者29人が病院で治療を受けている。ロシアの航空規制当局は鳥の衝突、バードストライクによる事故の可能性を示唆したが、航空専門家からは懐疑的な声も上がっている。チェチェンでは今月、ウクライナによる無人機攻撃があったとされているが、ウクライナは認めていない。墜落機の飛行経路上にある最寄りのロシアの空港は25日朝閉鎖された。アゼルバイジャンのアリエフ大統領は入手した情報によれば、墜落した旅客機は悪天候のため進路を変更したが、墜落の原因は不明で徹底的な調査が必要だと述べた。墜落現場の映像には飛行機が急降下後に墜落して炎上し、その後濃い黒煙が上がる様子や負傷した乗客が機体の一部からよろめきながら降りてくる姿が映っていた。航空会社によると、旅客機はアゼルバイジャンの首都バクーからロシア南部チェチェン共和国のグロズヌイに向かう予定だったが、アクタウから約 3km の地点で緊急着陸を強いられたとしている。カザフスタン当局は調査チームを設置、アゼルバイジャンと協力して調査に当たる。旅客機はアゼルバイジャンを立ち、ロシア南部グロズヌイを目指していたとのことですが、そちらに到着することはなく、今回問題となっているカザフスタン、アクタウ近郊にて墜落しました。こちらの映像は墜落その直前の映像です。機体は油圧と方向舵がダメージを受けて正常な状態での操作はできなかったと言われています。その中でもパイロットは機体をできるだけ制御し着陸を試みることとなりました。そして実際の着陸その瞬間がこちらの映像。最終的には機体は炎上しました。この時機体は前部と後部に分かれています。機体後部からは多くの人たちが救出されました。こちらは火の手に包まれなかったことが生存者が多くなった理由だと見られています。それではここからバードストライクが墜落の原因ではないのではないか、そうした疑問についてのお話をします。まず最初にこちら、バードストライクであるならば飛行中の機体に鳥が衝突するのは機体のどこか前面のはずです。横から当たるといったこともないわけではないでしょうが、通常何百キロという速度で飛んでいる飛行物体に対して破損箇所が翼の後ろ側というのはこれはおかしなことです。そして機体内部では酸素マスクが降りています。これは機体に穴が開いたことにより気圧が低下し自動的に降りてきたものとみられます。飛行機内では細かな破片が散らばっており、そこかしこに破損箇所が広がっているようです。何らかの飛散物が貫通したのではないかといった話は救命胴衣にも現れています。本来であれば穴が開いた救命胴衣があることはちょっと考えられないわけですが、何らかの物体が内側からではなく外側から入ってきたと考える方がこれは自然なことでしょう。そして墜落後の機体、こちらの機体を見てもやはり表面には数多くの穴が開いています。
墜落時の衝突で様々な物体が当たることはあるでしょうが、このように貫通するというのは墜落時の破損とはちょっと違うものでしょう。このような穴は1箇所ではなく複数の箇所、かなり広範囲にわたって広がっていました。このような破損の具合というものから考えられるのは、航空機を撃墜するための対空ミサイルが近くで爆発した可能性が浮上します。ロシア当局はバードストライクといった話をしているわけですが、このような鳥の衝突によって機体の複数箇所に細かな穴がたくさん開くといった現象は説明できません。また、全面衝突ではなく、機体の後部や翼の後ろ側など鳥が当たるにはちょっと説明できない箇所にも当たっていますし、また旅客機の内部においても破損箇所がたくさんあることからも、やはりバードストライクではどれもこれも説明できるものではありません。このように機体にたくさんの穴が開いて、そして損傷するといったことが起きるのは、論理的に考えれば近接震間式の対空ミサイルが至近距離で爆発した可能性が最も合理的な説明となるでしょうと私は考えました。熱源誘導式のミサイルの場合であれば、おそらくはエンジンに直撃、もしくはエンジンの近くで爆発し、航空機はそのまま墜落していたでしょう。今回のようにたくさんの穴を開けるミサイルとして有名なのは、かつて同じように民間機を撃墜した地対空ミサイルブークの名前が挙がります。ただし、どんな兵器を使って対空ミサイルを打ち出したかについては、カスピ海に所属しているロシア軍艦艇が打ち上げたもの、もしくは地上兵器の対空ミサイルシステムから打ち上げたもの、どちらかについては判明していません。そして現在、ロシア軍はウクライナ軍に侵略していますから、基本的にはロシアというのは戦闘地域です。ウクライナ軍による遠距離攻撃は各地に行われていて、この付近に対する攻撃が行われた可能性もあります。ですから、飛行物体に対してロシア軍が地対空ミサイルを撃つ可能性というのは非常に普段よりは高い状態にあります。そして、ロシア軍には過去に民間旅客機を撃墜した歴史というものがあります。それも2014年にマレーシア航空を撃墜した際にも、今回のような機体に大量の穴を開けるような判断上の攻撃を行いました。2014年マレーシア航空を撃墜した時の対空ミサイルは、機体の前方、コックピット側で爆発したことにより、操縦士やもしくは機体に破壊的なダメージを与えたことによって、乗員乗客全員を殺害するという非常に残忍な行為でした。しかも当時のロシア軍側の兵士たちは、ウクライナ軍の輸送機を撃墜したんだぞと自分たちの成果としてこれを発表。しかし撃墜の戦果の確認を行った時に、これが民間の旅客機であることが判明し、慌てて自分たちがやったのではないウクライナ軍が間違えて民間旅客機を撃墜したのだと自分たちが発表したものをなかったことにした上で、さらにウクライナ軍に責任を転嫁するという行動を起こしました。今回のロシア側の発表、バードストライクだという初期発表というのは、極めてそうした自分たちロシア軍のやった失敗を隠すための偽装工作である可能性が私は高いと思います。なお、日本の報道はロシア当局のまずは言い分を聞いたことから、第一報としてはあくまでもこれを事故だとして報道しています。海外においては、いやいや、バードストライクにしてはおかしいぞといった形で両論併記になっています。今後、旅客機の墜落したカザフスタン、そしてアゼルバイジャンのこの両当局によって事故原因の究明が進められることでしょう。ロシア側の介入がなければ真相ははっきりと分かってくるはずです。というわけで今回は事故で墜落したという報道ですが、そこには疑いありというお話を皆さんにお伝えしました。真相について判明するのはちょっと時間がかかるでしょうが、非常に疑いがありというものであることは覚えておいてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひともこの機会に他の方にもお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。